いつまでやってるんだ。早くしろ。数えきれない部長の暴言。いい加減嫌気がさしたのか。同僚の菊川は部長を睨みつけた。なんだ、その反抗的な目は。いけない。そう思った俺は慌てて二人の間に割り込む。だがこの後、事態はとんでもない方向に発展してしまうのだった。口だけは達者だな。期待しないで待ってるぞ。俺は幸田雄一。今の工場には高校を卒業してからずっとお世話になっている。なんだかんだ楽しい日々。しかしそれは人事異動で本社からやってきた新部長が台無しにしてしまう。おい、高卒ども。職場で高卒なのは俺と菊川だけ。一体何が気に入らないのか、部長は俺たちを目の敵にしてきた。うんざりだぜ。もうやめちまおう、こんな会社。そうだな。とどまるところを知らない部長の暴言。それを受け続けた俺たちは心身ともにひどく疲弊してしまった。話し合いの末、俺たちは翌月肩を並べて辞表を提出した。幸い菊川はすぐに再就職先を決めた。しかし俺は違った。ハローワークに足しげく通ってはいるが、条件の合う仕事はどうにも見つからない。鬱屈としていた日々が続いていた時だ。ふとコンビニに立ち寄った俺は、老人が這いつくばって何かを探している姿を目撃した。何かあったのかな。無視してもよかった。だが俺はその弱々しい背中をそのままにはできなかった。してはいけない気がしたのだ。大丈夫ですか？だから意を決して声をかけてみた。すると老人は指輪がと泣いているではないか。指輪？大切な指輪をなくしてしまったんだ。老人は側溝を見つめている。そこには金網がはめ込まれていた。どうやらあそこに落としてしまったらしい。わかりました。やってみます。俺は上着を脱いだ上で金網を外し、そこに手を突っ込む。そして悪戦苦闘の末、老人に指輪を手渡すことに成功した。ありがとう、ありがとう。老人は文字通りの感謝感激。大粒の涙を流しながら何度も何度も俺に頭を下げてきた。正直俺の方が恐縮してしまいそうだった。それから少し経った頃、俺はようやく再就職することができた。町外れにある小さな印刷会社に入ったのだ。今日からお願いしますね。はい。事務員の熊井さんを前にして俺は思わず緊張してしまう。熊井さんは結構な美人だった。わからないことがあったらいつでも聞いてくださいね。彼女は社内のみんなから好かれているようだ。優しい性格だし、困っている人を見過ごせない人格者なのだから当然だろ両親はいつも忙しくて、だから私、祖父母から面倒を見てもらっていたんです。う。そんな風に語る熊井さんだが、残念ながら祖母は数年前に他界したそうだ。加えて祖父も認知症が進行し、妙な徘徊癖もついてしまったという。なるほど。恥ずかしい話かもしれないが、俺は出会ったばかりの熊井さんに恋をしてしまった。不覚にも心惹かれてしまったのだ。大変申し訳ございません。半年が経過した頃、仕事を終えた俺は熊井さんの震え声を耳にした。声の方を見てみると、彼女は真っ青な顔で電話応対をしているではないか。大丈夫ですか？電話が終わるなり、俺は慌てて熊井さんに話しかける。
ただならぬ事態が起きていることは容易に伺えた。実はね。苦々しい口調で熊井さんは事情を語ってくれた。彼女は取引先から発注されていた納期を勘違いしてしまった。本当なら明日の朝一番に届けなければいけない。しかもタイミングの悪いことに、その取引先は社長の古くからの知人が経営している。要するに古株かつ特別な取引先なのだ。どうしましょう。どうしたら。そんな大事な取引先への納品で彼女はしくじった。稚拙な勘違いで納品遅れを起こしそうになっているのだ。これじゃ間に合わない。大丈夫です。落ち着いて。俺はひとまずひどく冷静さを失った熊井さんを落ち着かせた。そして、だったら今から印刷するのはどうです？完成した分から俺が運びますから。と続ける。だけど私のミスなのに。今はいいっこなしです。急いで作業に取り掛かりましょう。3時間後、大急ぎで印刷を済ませた俺はそれを車に詰め込んだ。私も行きます。だが出発する前に熊井さんも車に乗り込んできた。全く予想外の展開。てっきり熊井さんは帰るものだと思っていたのに。私の祖父は。こんなことになるとは全く想像していなかった。頭の中が真っ白になっている俺に胸中を察してくれたのか、熊井さんは自分から話題を振ってくれた。認知症に苦しんでいるんですよね。ええ。意味もなくその辺を歩き回ったりして本当に困ります。熊井さんは苦笑いしながら、それなのに早く結婚しろってうるさくて、だから相手を探しているんですが、そううまくもいきません。と続ける。相手を、これは告白しろということなのだろうか。俺は逡巡したが、結局現地まで口に出すことはできなかった。着きましたよ。とにかく急いで搬入しないと。取引先に到着するなり、俺たちは大慌てで商品の搬入を済ませた。告白動向よりも今はやるべきことがある。よし、搬入終わり。よかった。積み込み自体は1時間足らずで終了した。最初はどうなるものかと思ったが、あとは帰路に着くだけである。帰り道、熊井さんはどこか緊張気味だった。そして小さな声でと話し始める。どうしました？もしよかったら私と付き合ってはくれませんか？俺は運転しながらえと声を上げてしまった。さっき俺が思っていたことは筒抜けだったのだろうか。ダメですか？とんでもない。ぜひよろしくお願いします。後から知ったことだが、熊井さんも熊井さんで俺に好意を抱いていたそうだ。要するに相思相愛だったのだ。こうして俺たちは結婚前提の交際を始めた。楽しい時間はあっという間に過ぎるものだから、早々に半年が経過する。そろそろご両親に挨拶しないとな。そうね。すっかり関係を深めた俺たちはある日そんな会話を交わす。そして来週の末に熊井さんの家まで挨拶に伺うことが決まった。熊井さんの父は会社の社長、加えて一人娘だから俺との結婚については否定的らしい。大丈夫よ。ちゃんと話せば理解してくれる。そうだといいけど。迎えた当日、俺を待っていたのは熊井さんの父からの冷ややかな視線だった。私は経営者なんだ。一人娘と結婚するからには
いつか君も跡継ぎになる。熊井さんの父は、君は高卒なんだろう？荷が重すぎるとは思わないか？と続けた。そんなこと言わなくたっていいじゃないの。当然、熊井さんは苦言を呈した。父親の発言は到底受け入れられるものではなかったらしい。わかりました。着地点の見えない押し問答。このままでは拉致が開かないと思った俺は、これ以上の話し合いは無意味だと判断する。俺は娘さんの結婚相手にはなれないのかもしれません。だからお父さんに認められる男になって出直していきたいと思います。口だけは達者だな。期待しないで待ってるぞ。それでは。その時だ。視界の端に熊井さんの祖父が映った。あれ？あの人、どこかで見覚えのある人だった。だが、状況が状況だったから話すわけにもいかず、俺はそのまま立ち去った。それから半月後、熊井さんの祖父が亡くなったという連絡が入った。悲しいニュースだが、驚きはなかった。あの人は相当な年齢だったから、無理もない話だ。少しいいかね。通夜に赴いた俺は、そこで熊井さんの父から声をかけられた。しかしどういうわけか、彼は先日とは別人のような顔をしている。君たちの結婚を認めることにしたよ。え？亡くなった父の遺言なんだ。遺言？一体どうなっているんですか？俺はまるで状況が飲み込めない。しかし、困惑する俺に説明してくれたのは熊井さんだ。指輪を落として困っているお年寄りを助けたでしょ。ああ。おじいちゃんは自分を助けてくれた人のことをずっと忘れなかった。そして私にああいう人と結婚しなさいと口を酸っぱくして言ってた。先日、視界の端に映った老人。驚くべきことに、あの人は熊井さんの祖父だったのだ。確かに見覚えがあるわけだ。いろいろとひどいことを言ってすまなかった。私は父の意志を尊重したい。そして、熊井さんの父は、それと最近、我が社で高卒の社員が頭角を現しているんだ。全く予想外だったよ。学歴で人を左右すべきじゃない。私はそのことに気づけたよ。と、頭を下げてきた。娘を頼む。とんでもないです。こちらこそよろしくお願いします。これにて一件落着。いろいろなことがあったが、最終的には丸く収まったと思う。嘘だろ。しかし、まだこれで終わりではなかったのだ。将来の経営者になるべく、岐阜の会社に移った俺は、そこで信じられない人物と再会した。どうしてお前がここにいるんだよ。そんなもん、こっちのセリフだ。一緒に会社を辞めた元同僚の菊川は、なんとこの会社に転職していた。岐阜が言っていた高卒な優秀な社員とは菊川のことだった。俺だけじゃないぞ。菊川はとある人物を俺に紹介してくれた。ぎこちない足取りで現れたのは他でもない。かつてパワハラを繰り返していた部長だ。俺たちが退職した後、部長は取引先や社内からの告発を受けて解雇処分を受けた。そして巡り巡った挙句、この会社に契約社員として拾われたそうだ。今では菊川に使われている立場である。どうも。今や元となった部長は心底気まずそうな表情を浮かべている。かつて好き放題に罵倒した人間2人が今や上司なのだから当然だろう。失礼します。
深々と頭を下げた後、部長は逃げるように立ち去った。俺はその惨めな後ろ姿を見て、哀れみすら感じてしまう。ああなったら終わりだな。部長は反面教師だ。あんな風にならないよう、俺はこれからも困った人を助けていきたいと思う。あの時、這いつくばって指輪を探していた熊井さんの祖父のような人を。やだ、離島なんて無理。悪いけど、婚約もなかったことにしてくれる？異動になったことを告げると、さやかは冷たく言い放った。え？今、なんて？全く予想していなかったさやかの言葉に、俺は信じられない思いで聞き返した。だから、結婚はなし。別れましょう。これは決定事項だ。断ったりなんかしたら、俺の面目丸つぶれだよ。わかってるよな。俺の名前は久本健介。先月30歳になったばかりだ。医療機器の製造工場に勤務して8年になる。今担当しているのは、完成した製品の検査業務。細かい傷や変色などの不具合がないか、不適合品をチェックするのだ。扱う商品は小さく、顕微鏡を使っての作業はとても神経を使うもので、集中力が必要だ。基本的には立ち仕事だし、仕事を終える頃には心身ともにヘトヘトになる。だけど、自分の携わった製品が医療の世界でどこかの誰かを助けることになると思うと、すごくやりがいのある仕事であることは間違いない。黙々と行う作業も嫌いではないし、この仕事は俺にとって天職だと思っている。繁忙期で何日か残業が続いていたある日の昼休み。後輩の高下理恵さんが、疲れましたね。いつ落ち着きますかね、この忙しさ。なんて、ため息混じりに話しかけてきた。ちょうど PC を開き、納期を確かめていた俺は、1週間後には落ち着くと思うよ。ほら、納期が。1週間も？高下さんは驚いた様子で、俺の見ていた PC 画面を覗き込んだ。その瞬間、シャンプーなのか、ふわっと柔らかい香りが鼻をくすぐり、ドキドキした俺は、思わず高下さんの顔を見た。あ、すみません。どうしました？久本さん、顔赤いですよ。熱でもあるんじゃ。高下さんは、俺のおでこに手を当てた。さらに激しくなる胸の鼓動が聞こえてしまうんじゃないかと焦った俺は、慌てて否定した。いや、ないよ、熱なんて。この部屋、なんか暑いよね。俺の下手な言い訳を見透かしたのか、高下さんはくすっと笑った。まあ、もし体調崩しても大丈夫ですね。優しい彼女さんが看病してくれますよ。そう言って持ち場に帰っていった。そう、俺には恋人がいる。部は違えど、同じ会社に勤めている彼女と付き合って2年半になる。彼女の名前は木村さやか。社内恋愛が知られると何かと面倒なので、特に公表はしていないが、高下さんとさやかは同期なので、俺たちの関係も把握済みだ。製造ラインで働く俺と、事業部で事務として働くさやかとの出会いは、社内の懇親会だった。
明るくて無邪気、しかもとびきり美人なさやかに、俺は一目惚れしてしまったわけだが。俺なんか、どうせ相手にされるはずがないと、はじめは諦めていた。だけど、話せば話すほど思いが募り。ある時、俺は思い切ってさやかを誘った。これ、友達にチケットもらって、よかったら一緒に見に行かない？我ながら中学生かと突っ込みたくなるような幼稚な誘い方だが、女性経験のない俺にとっては、これが精一杯だったのだ。この映画見に行きたかったの、嬉しい。幸いにもさやかは、満面の笑みで俺の誘いを受けてくれた。そして、その日をきっかけに、俺たちは仲良くなり、付き合うように。高嶺の花だと諦めなくてよかった。俺は本当に幸せいっぱいだった。付き合って2年の記念日に、俺はさやかにプロポーズ。思い切って買った給料3ヶ月分の指輪を渡すと、さやかは嬉しそうに受け取ってくれた。自分に自信のなかった俺だけど、優しいさやかとなら一生仲良くやっていける。何があってもさやかを一生守っていくと強く思っていた。だけど、結婚式場も決まり、新居はどこにしようかと考えていた時だった。久本くん、急で悪いんだけどさ。冷たい声で田中係長に告げられたのは異動の辞令。君も知ってるだろ？新潟の離島に作られた我が社の新工場。そっちに人手が足りないんだよな。突然の異動命令。しかも行き先は遠く離れた離島の工場だなんて、俺は膝から崩れ落ちた。いやでも、なぜ今？新工場の社員は新入社員も含め多数いるはずだし、こんな中途半端な時期に異動だなんてどういうことですか？なぜ俺なんですか？納得できない俺は思わず田中係長に詰め寄った。とにかく、君は異動。経験豊富な君の力が必要だって言ってるんだから、ありがたく思えよ。これは決定事項だ。断ったりなんかしたら、俺の面目丸つぶれだよ。わかってるよな、久本。田中係長は、俺の両肩をガシッと掴み、うつむく俺の顔をギロリと睨みつけた。もともと、この田中係長は横暴なところがあり、部下から恐れられ、嫌われている人だ。上の立場には腰が低いが、部下には横柄で、大した仕事もせず、命令ばかりしている。結局、俺は異動の命令を断ることもできず、受け入れるしかなかった。時間はちょうど昼休み。ふらふらと食堂に向かい、自販機の前に立つ。どれ飲もう。頭では考えているんだけど、あまりのショックに思考を停止してしまった俺は、しばらくその場に立ちすくんでいた。買わないんですか？あ、すみません。はっとして声のした方を振り向くと、高下さんが心配そうな顔で立っていた。大丈夫ですか？何かありました？優しい高下さんの表情に、俺は思わず全身の力が抜け、気がつけば係長から今、異動を言い渡されたことを話していた。
なんで今、俺が離島に移動なんだろう。田中係長に聞いても、ただ命令だとしか言わないしさ。愚痴っぽくダラダラと話す俺の話を静かに聞いていた高下さんだったが。それってもしかして。そうつぶやいて眉を潜めた。え、もしかしてって何？何か知ってるの？高下さん。あ、いえ、なんでもありません。あ、お昼休み終わっちゃう。じゃあ。慌てたように駆け出し、俺の前からいなくなってしまった。なんだよ。何か知ってるのか？腹は減ったが、食欲も湧かず、俺は缶コーヒー一つ買って、ベンチに腰を下ろした。とにかく、決まってしまった離島への移動を、婚約者であるさやかに伝えないといけない。さやかはなんて言うだろうか。寂しがり屋で甘えん坊のさやかのことだ。きっと離れ離れなんて耐えられないと泣くだろう。俺だって寂しい。そうだ。ちょうど結婚後の新居を探していたところだし、新潟の離島で二人で暮らす一軒家でも探そうか。予定は変わってしまうが、どっちにしても一緒に住むことになるんだし、さやかと二人ならどこでだって幸せにやっていける。都内では味わえない、のんびりとした自然に囲まれる暮らしも悪くないだろう。いきなりの移動に打ちのめされていた俺だったが、さやかとの未来を考えていたら、少し希望が湧いてきた。だけど、そのわずかな希望も粉々に打ち砕かれる。やだ、離島なんて無理。悪いけど、婚約もなかったことにしてくれる？異動になったことを告げると、さやかは冷たく言い放った。え？今、なんて？全く予想していなかったさやかの言葉に、俺は信じられない思いで聞き返した。だから、結婚はなし。別れましょう。俺は言葉を失った。きっぱりと別れを告げるさやかを、ただ呆然と見つめるしかできなかった。なんで？さやか、プロポーズ受けてくれたじゃん。情けないが俺は泣きそうになりながら声を絞り出した。だけどさやかはさらにとどめを刺してきた。せっかく出世しそうだったのに、あんな僻地に移動だなんて、完全に出世の見込みなしじゃない。ああ、残念ね。ま、元気でやってよ。さよなら。そう言い残し、去っていった。有無を言わさず、いきなり移動を命じられ、婚約者にも振られ、俺は大きなショックで自暴自棄になっていた。当時の記憶がいまいち曖昧なのが、それを物語っている。悲しみと絶望で、仕事終わりに酒を煽り、家に帰れば自然と涙が溢れてくる毎日。ストレスでおかしくなりそうだったが、大事な仕事を放り出すわけにはいかない。重い体を引きずりながら出社していた俺。だけど、移動前の引き継ぎなどで忙しかったことが、かえって良かったのかもしれない。俺の精神バランスをなんとか保ってくれていたのが仕事だった気がする。そして迎えた勤務最終日。挨拶を終えた俺は荷物を抱え、廊下突き当たりのエレベーターに向かっていた。途中、給湯室から
聞き覚えのある笑い声が響いてきた。さやか？廊下からちらりと見えた女子社員は、やはりさやかだった。別れて以来、久しぶりに見たさやかの姿。俺の心はぎゅっと締め付けられた。でも、もう終わったことだ。最後に一言別れの挨拶を。そう思った瞬間、俺の耳に信じられない言葉が飛び込んでくる。見て、田中さんがくれたの。婚約指輪。素敵でしょ？女子社員たちと話す、その嬉しそうな声は、紛れもなくさやかの声だった。田中さん？ってまさか、田中係長？婚約指輪って？俺は混乱しながら息を潜めた。やだ、さやかったら、この前久本さんにもらったって婚約指輪自慢してたくせに、変わり身早いわね。まさか二股してたの？他の女子社員たちは呆れたように笑っている。人聞き悪いわね。私は同時にきっちり見定めてただけ。うっかり間違えそうになっちゃったけどね。もう少しで離島に飛ばされるような無能を選ぶところだったわ。やっぱりただの二股じゃん。ほんと悪いよね、さやか。みんなも幸せをつかむためには、これくらい貪欲にならなくっちゃダメよ。参考にならないよ。ケラケラ笑うさやかと女子社員たちの声が俺の胸を突き刺す。二股って、そうだったのか。全く気づかなかった自分に絶望した。ショックで打ちのめされた俺は、重い荷物を抱えたまま、そっと後ずさりした。その時だった。久本さん。小さな声で俺を呼ぶ声にハッとして振り向くと、すぐ後ろに気まずそうな顔をした高下さんが立っていた。高下さん、もしかして今の話。高下さんは黙ってうなずくと、そっと俺を手招きした。エレベーター前にあるベンチに俺を座らせると、高下さんはそっと隣に腰を下ろした。ごめんなさい、久本さん。いや、どうして高下さんが謝るの？知ってたから、さやかさんと田中係長の関係。え？そうなの？高下さんは、さやかが二股をかけていることを知りながら、俺に言い出せずにいた自分を責めていた。本当にごめんなさい。どうしても言えなくて、久本さんが傷つくと思ったら、私。高下さんはそう言って下を向いた。そりゃあ、こんなこと言えないよ。高下さんは悪くない。謝らないでよ。悪いのはさやかだ。高下さんが責任を感じることは全くないのに。でも、久本さん、異動までさせられて、きっと田中係長の嫌がらせですよ。高下さんと付き合ってるって知って、嫉妬したに違いありません。久本さんを遠ざけて、さやかさんを自分のものにしようとしたんですよ。きっと、ひどいわ。ひどすぎる。高下さんは、まるで自分のことのようにプンプン怒っていた。その姿がひどくおかしくて、絶望していたはずの俺だけど、なんだか思わず笑ってしまった。ちょっと、なんで笑ってるんですか？高下さんは、そんな俺を見て、
顔を赤くした。なんか嬉しくって。俺のために怒ってくれてありがとう。ショックなのは確かだけど、高下さんのおかげで、なんだかもう吹っ切れたよ。強がりじゃなく、本心だった。久本さん、私、待ってていいかな？高下さんは、俺の方に体を向け座り直し、上目遣いで俺を見た。また帰って来られるよね。工場で一緒に働けるよね。すがるような目の高下さんにドキッとしてしまった。うん。とりあえず、俺、新潟の工場で頑張るよ。ありがとね、高下さん。俺はドキドキを隠すように、早口で高下さんに告げ、エレベーターに乗り込んだ。高下さんは扉が閉まるギリギリまで笑顔で手を振ってくれていた。そして俺の離島での生活が始まった。島の工場は今までとは桁違いの大きな工場で、多くの人が仕事に励んでいた。扱う製品も多様で、俺は仕事を覚えるのに必死だった。だけど、新しい工場はとても活気があり、日本だけでなく世界中に届ける製品を作れることに日々やりがいを感じていた。この工場の今後の伸びしろを考えると希望しかない。離島という立地からここへの移動は左遷だの飛ばされただのと言われはしたが、俺はそうは思わない。きっとこれから多くの利益を生み出し、会社はどんどん大きくなっていくことだろう。工場長は前の工場で経験を積んできた俺に期待してくれ、移動早々俺をリーダーに抜擢してくれた。君なら次期工場長も任せられるな。なんてありがたい言葉もいただいている。今まで以上にモチベーションが上がり、日々仕事に励んでいる。高下さんから東京の会社の様子を時々聞くのだが、最近聞いて驚いたのが田中係長の解雇。聞くと部下たちに横暴な態度を取り続けていた田中係長に強力なブーメランが飛んできた模様。不満を抱えていた部下たちが会社の労働組合に田中係長のパワハラを訴えたのだ。問答無用に離島に飛ばした俺に対する非道な人事も訴えてくれたようで問題となった。その上、田中係長に騙されたという複数の女性が声を上げ、田中係長のだらしない女性関係が明らかとなった。どうも同時に何人もの女性に手を出していたようだ。さやか以外にも婚約指輪をプレゼントしていたというから呆れる。道理で最近さやかからの着信が続いてるはずだ。留守電に、やり直せない？別れて気がついたの。あなたのことが好きだって。なんて入ってたからおかしいと思ったんだ。同情はするが、俺はさやかとよりを戻すなんて1ミリも考えられない。今の俺には大切な人がいるから。ああ、高下さん？美味しいお店教えてもらったんだ。今度一緒に行こうよ。俺は毎週末の高下さんとのデートを心待ちにしている。毎日している電話での会話が楽しくて仕方ない。辛いことはたくさんあったが、その経験を経たからこそ今の俺がある。
今の俺だからこそ、高下さんを幸せにできると自信を持って言える。わあ、嬉しい。日曜日、楽しみにしてるね。高下さんの幸せそうな笑顔が、今の俺の支えだ。俺はコンビニ弁当を作る工場で派遣社員として働いている。それは実に単調な仕事だったが、今の自分にとってはこの仕事が合っていると感じていた。普段は残業もなく定時で帰る毎日なのだが、年末に限ってはそうはいかない。おせち料理を販売するため、工場をフルに稼働させて、弁当を大量に生産しないといけないのだ。それもあって、年末の時期になると、短期のアルバイトを数名雇うというのが毎年恒例になっている。そして今年も10名ほどのアルバイトがこの工場に入ってきたのだが、その中の一人との出会いによって、俺の人生は大きく変わることになる。担当直入に言いますが、病院を継いでもらえませんか？俺の名前は小田慎吾。今年で33歳になるが、まだ結婚はしていない。仕事はコンビニ弁当を作る工場で派遣社員として働いている。普段している仕事は至って簡単で、生産ラインに従業員が一列に並び、コンベアから流れてくる弁当箱に具材を詰めていく。これを一日中ただひたすらに続けるのだ。この単調な作業は複雑さが一切ない分、正直仕事中にぼーっとしてしまう。それでも俺はこの仕事が嫌いではなかった。頭脳や知識を使うわけでもなく、重たいものを運び続ける肉体労働でもない。簡単な作業で残業もほぼゼロ。決して給料が高いわけではないが、生活ができないくらい安いわけでもない。そんな今の仕事は自分に合っているなぁと感じていた。俺は過去に全く違う分野の仕事をしていたのだが、ある辛い経験をしてからは、今のような考え方をするようになった。そんな俺が働くこの工場も、12月に限っては多少忙しくなる。最近ではコンビニでもおせち料理を販売するようになり、これが意外と売れているそうだ。それに伴って年末になると、ここの工場もフルに稼働させて、弁当を大量に生産することになるというわけだ。さすがにこの時期は俺も残業が増えるのだが、一種のイベントのようなものだと割り切って働いている。そしてもう一つ、この時期特有の変化が見られる。それは人員の増加だ。これだけ大量に弁当を生産するとなると、通常の従業員数で残業をしたところで到底間に合わない。そこで短期のアルバイトを数名雇うというのが毎年恒例になっている。そして今年も10名ほどのアルバイトがこの工場に入ってきた。いつも同じメンツで黙々と作業をこなす現場だが、この時期に至って多少雰囲気が明るくなる。俺自身は人付き合いが苦手な方だが、こういうのも悪くないなぁと思っている。短期のアルバイトはほとんどが学生で、それぞれが担当するラインに配置された。俺の隣にも
香川さんという女性が配置されることになり、必然的に俺が彼女の教育係になった。仕事の説明をすると、香川さんは俺に自己紹介をしてくれた。看護大学に通う3年生らしい。しかし俺は彼女から自己紹介されたことによって、ある不思議な感覚に陥った。ここの工場ではフルフェイスの帽子をかぶり、マスクを着用する。さらに、つなぎの作業着を着て仕事をするため、露出しているのは目だけなのだが、俺はなぜか彼女と初めて会った気がしなかった。香川という名字もそんなに珍しい名前ではないから、きっと気のせいだろうと、俺はそこまで深くは考えていなかった。すると、工場内にチャイムが鳴り響き、昼休みとなった。どんなに忙しくても、昼になるとコンベアが止まるため、休憩が決まった時間に確実に取れるのも、この仕事の魅力と言えるだろう。昼休みになると、作業員たちは一斉に作業室から出て行き、無料で配られる弁当を小さな食堂で食べるというのが日課になっている。この日も俺は食堂の隅で弁当を食べていると、視界に香川さんが入ってきた。そして彼女が帽子とマスクを取った瞬間、俺は箸を止めた。やはり俺は過去に彼女と会っている。さっきの既視感は間違いじゃなかったんだ。彼女のことをじーっと見ていると、不意に目が合ってしまった。少し気まずくなった俺は、軽く会釈だけして、再び弁当を食べ始めた。香川さんはまだ俺のことに気づいていないようだ。それもそうだろう。まさかあの時の俺が工場で働いているなんて思うはずがない。そして翌日、俺はいつものように出勤すると、昨日入ってきたアルバイトの数人が辞めてしまったらしい。確かに体力的には楽だし、頭も使わない簡単な作業だが、これを8時間も続けるのは若い彼らにとって苦痛なのだろう。毎年数名がリタイアするので、特に驚きもしなかったが、俺は無意識のうちに香川さんのことを探していた。すると彼女を発見することができ、俺はなぜか安心した。そして始業のチャイムが鳴り、俺と香川さんは昨日と同じ場所で作業を開始した。香川さんはすっかり作業に慣れていて、一人で淡々と作業をこなしている。俺から教えることももうないため、無言の状態のまま時間が過ぎていった。昼休憩も終わり、午後の作業が始まってしばらくした頃だった。突然、後方でドンという音が聞こえた。すぐに音の方を振り返ると、隣の生産ラインで人が倒れていた。どうやらアルバイトの学生のようだ。俺は急いでその人のもとに駆け寄って声をかけた。なんとか意識はあるようで、俺はとっさに脈を取った。少々低いが、緊急を要するほどではなく、俺は一旦休憩室で休ませることにした。慣れない立ち作業を長時間していたことで、めまいが起きてしまったようだ。しばらく安静にしていると、脈拍も正常に戻ってきたので、俺は現場に戻ることにした。
自分の定位置につくと、香川さんが俺に話しかけてきた。間違っていたらすいません。小田さんって大学病院で先生をされていませんでしたか？彼女の言う通り、俺はここで働く前は大学病院で医師として勤めていた。俺がまだ小さい頃、祖父が入院していた病院にお見舞いに行くたびに、幼い俺にもわかりやすく説明してくれた先生がすごくかっこよく見えて、俺も人の命を救う仕事がしたいと思うようになったのだ。それがきっかけとなり、俺は医師になる道を選んだのだが、医師という職業は自分が想像していたよりもはるかに大変だった。長時間労働を強いられ、当然夜勤もある。休日だって何かあればすぐに呼び出される。そんな激務の中、俺が家に帰ると同居している祖母が倒れていた。俺は急いで応急処置をし、救急車を呼んだのだが、結局間に合うことなく祖母は助からなかった。俺は人を救うために医師になったというのに、近くにいる大切な人すら救うことができなかった。俺はそのまま医師としてやっていく自信がなくなり、病院を退職した。それからは派遣社員としてこの工場で働くようになった。そして目の前にいる香川さんは、昔俺が担当した患者のうちの一人だった。確か彼女は急性リンパ性白血病だった。風邪に似た症状がずっと続いていたため、受診したことでそれが判明した。幸いにも骨髄移植が成功し、手術から3ヶ月後には退院できた。俺は香川さんにその事実を伝えると、彼女はかなり驚いていたが、その後に彼女自身のことも話してくれた。香川さんが入院中、俺は毎日のように病室に顔を出していた。そのうちに俺は彼女と少しずつ仲良くなり、学校の話や好きな人の話など、彼女のことをいろいろ教えてくれた。俺は彼女から病気への意識を紛らすために、できる限り話を聞くように心がけていた。香川さんはそんな話し相手になってくれて、病気を治してくれた俺の姿を見て、自分も人の命を助ける仕事がしたいと思ったそうだ。そして今は看護師になるために必死に頑張っていると話してくれた。大切な人を救うことができず、医師で居続けることを諦めた俺に憧れを持ち、看護師を目指す人が現れた。世の中は不思議な巡り合わせによってできているんだなぁと感じた。その日の夕方、さっき倒れた学生の両親が迎えにやってきた。一時的なめまいで命に別状はないから、帰ってゆっくり休めばすぐに回復すると伝えると、両親は俺に頭を下げてお礼を言ってくれた。その瞬間、人の命を救いたいというあの頃の夢が蘇ってきた。そんな俺のことを隣で見ていた香川さんが口を開いた。真剣に人を助けようとしていた小田先生は、やっぱりかっこよかったですよ。さっき応急処置していた時の先生の顔は、私のことを助けてくれたあの頃と同じ顔でした。そんなことを言われて
恥ずかしくなったが、俺のことをそんな風に思ってくれる人がいるんだ。やはり俺は医師でいることが一番輝いているのではないかと思った。もう一度医師の道を歩んでみるか。しかし、今の俺でやっていけるのだろうか。医師を続けていけば、あの時のように大切な人の命を救えないこともあるだろう。そんな生活に俺は耐えられるのか。それからの俺は葛藤の日々を送っていた。すると、あっという間に香川さんのアルバイトの最終日になっていた。今年もなんとかノルマを達成し、無事に年を越すことができそうだ。仕事を終えて家に帰ろうとすると、会社の出入り口で香川さんから声をかけられた。小田先生は、もう病院には戻らないんですか？俺は戻りたい気持ちがあることを正直に伝えた。しかし、その反面、祖母のことを救えなかったあの時の記憶が、俺のその気持ちを迷わせているということも伝えた。香川さんは俺の気持ちに共感してくれたが、それでも俺には医師という道を選んでほしいと力強く言ってくれた。そして彼女は俺にある提案があると言い、俺はその内容を聞いてみることにした。香川さんは看護学生をしながら地域の高齢者と交流するボランティアをしているらしい。そしてそのボランティアをきっかけに地域の小さな病院の先生と知り合いになったようだ。その先生はもう年配なのだが、後を継ぐ医師がおらず、このままだと病院を閉めるしかないといった状況らしい。若い医師は大きな病院で勤務することに憧れ、小さな病院では働きたがらないというのが現実なのだ。小田先生、単刀直入に言いますが、そこの病院を継いでもらえませんか？あまりにも突然な話で驚いたが、香川さんの話を聞く限りでは、そこの病院での勤務は今の俺に合っているかもしれない。以前勤めていたような大きな病院だと、患者は相次いで運ばれてきて、環境の変化も目まぐるしい。ブランクのある俺にとっては、心身ともに耐えられるか不安なところがある。でも、町の小さな病院であれば、患者さん一人一人と時間をかけてしっかりと向き合えるし、自分らしい働き方で仕事ができそうだ。当然、簡単に決められる話ではないので、一度詳しく話を聞いてみようと思った。それから年が明け、しばらくした頃、俺は香川さんからその病院の先生を紹介してもらい、話を聞くことができた。実際にその病院に行ってみると、患者は高齢者ばかりと聞いていたが、待合室には子供連れの親子もたくさんいた。先生が優しいせいか、小さい子供がいる親からも人気がある病院なのかもしれない。俺は先生に過去の話や今思っている不安なことを正直に話した。すると先生は俺の話を聞いて否定的なことは一切言わなかった。それどころか俺は医者に向いているとまで言ってくれた。先生曰く、最近では医療現場にまで効率化重視の波が押し寄せているという。それによって工場のライン作業のように流れてくる患者を
ただ診察するといった若い医師が増えているそうだ。お金を払えば若い医師も確保することはできるが、そんな考えを持つ医師が来るくらいなら、病院自体を閉じてしまった方がいいと先生は考えているのだ。しかし、それを踏まえた上で先生は、俺ならこの病院を任せたいと言ってくれた。そして俺も、こんな素敵な先生が育ててきた病院で働けるなら、もう一度挑戦してみたいと素直に思った。それからの俺の行動は早く、今の仕事の退職の手続きをして、その他諸々の準備を整えた。こうして俺は4月から病院に勤務することになり、まずは先生と一緒に患者の診察をすることから始めた。やってくる患者はここの近所の人ばかりで、そのほとんどが先生と顔見知りで、診察というよりかは世間話や近況報告で終わることも多々あった。その時、俺は思った。これが医療のあるべき姿なのかもしれない。患者に精神的な安らぎや安心感を与えることによって、体の内部から元気になってもらう。俺はそんな先生を見習い、患者には丁寧な診察を心がけた。そして、その努力が報われ、患者からは先生と同じように俺に親しく接してくれるようになってきた。現在は俺と先生の2人が交代で診察をしているが、患者の中には俺を指名してくれる人も増えてきた。その患者は俺に世間話をしたり、愚痴を言ったり、時には家庭の相談まで持ちかけられることもある。それだけ俺に心を開いてくれるようになったのだろう。そう考えると、俺はこの人たちのためにもっと生きていかないといけないと改めて考えさせられた。俺はこれまで患者の命を救うことだけを目標に医者として働いてきたが、患者だけでなく自分自身のことも大切にしないといけないんだ。そして自分のことを大切にすることで、初めて周りの人も大切にできるのだ。俺はこの病院で医師としてどうあるべきかという基本でありながらも一番深く難しいことを学んだ気がした。この病院で充実した日々を送っていると、あっという間に次の春がやってきた。そして今年の春には少し嬉しい出来事があった。香川さんが看護大学を卒業し、4月からこの病院で看護師として働くことになったのだ。看護師も医師の世界と同様に、ほとんどの学生たちが大きな病院で働きたがる。それでも香川さんは、この病院で働きたいと自ら申し出たのだ。今までのボランティア活動によって、彼女は地元の人のアイドルのような存在だった。香川さんが看護師として働いてくれることで、病院の人間も患者たちも今まで以上に元気になった気がした。少しずつ、本当に少しずつではあるが、この病院が俺の理想とする病院に近づいている。それはまるでこの病院が少しずつ成長しているようだった。そして今度こそ医師という職業を諦めることがないように、俺自身もこの病院と共に成長していくことを誓ったのだ。
どうしてお前が？関西出張から戻った俺は、信じられない光景を目の当たりにする。2年後輩の宮地が、俺の席に腰掛けているではないか。辞令が出ましてね。今や俺が経理部の係長なんですよ。そんな、誰がそんなことを。社長命令なんで。これ、私物ですから持ち帰ってくださいね。冷ややかな視線を浴びせながら、宮地は、俺の私物が詰まった紙袋を押し付けてくる。よくわかりませんけど、高卒のあなたと私は違うってことでしょ。ゲスな笑みを浮かべる宮地。だが、この後。そんな低たらくで係長をやってたんですか？御社っていうのも案外大したことないんですね。俺は桜井良一。現在30歳。今の会社には高卒で就職し、気がついた時には12年が経過していた。役職は係長。真面目に過ごしてきたし、ミスらしいミスは一つもない。よく言えばひたむき、悪く言えば馬鹿正直に仕事に臨んできたから、俺の人生には面白みなんてみじんもない。女性と最後に付き合ったのは一体いつかわからないし、結婚なんて一生無理だろうと思っている。どうして俺が。さて今日、俺は宮地から役職を追われてしまった。一体何がどうなっているのだろうか。確かに学歴至上主義者の宮地は、ことあるごとに俺を敵視してきた。面と向かって罵声を浴びせられたり、わざと聞こえる声量で嫌味を言われたことも数えきれない。好きあらば蹴落としてやろうと思っていても無理はない。こちらへ。その時だ。社長秘書の浅川さんが俺の肩を叩いた。でも、いいから。言われるがまま浅川さんの背中を追い、俺は社長室へ。そこには当然社長が待っていたが、どうにも具合が悪そうだ。何度も咳き込んでいるし、その顔色は真っ青だ。すまんが、明日から君には地方の支社へ行ってもらう。え？そして、そんな風に切り出されたものだから、俺は猛烈に困惑した。突然そんなことを言われても困ってしまう。要するに異動ということだが、普通は1ヶ月か2ヶ月の猶予が与えられるべきだろう。今日伝えて明日からなんて聞いたこともない。話は以上だ。退出したまえ。社長は要件だけを伝えて背を向けた。そうなってしまうと、俺は、お世話になりました。と頭を下げるしかない。何が起こっているんだ？俺はひどく理解に苦しんだ。一つだけ確かなのは、俺が頑張ってきた12年という歳月は、すべて無駄になったということ。社長と俺は信頼関係を築いていたにもかかわらず。大丈夫ですか？ふらふらと歩く俺に声をかける者がいた。作業着姿の老人。社内の清掃をしている釘田さんだ。俺は彼としょっちゅう話をする仲である。
釘田さんは結構な年齢だから、仕事が大変そうに見えてしまうことも多い。そんな時、俺は業務に支障が出ない程度に手伝うものだった。お年寄りに無理をさせるのはどうしても気が引ける。ショックなことでもありましたか？実は、俺は何があったのかを語る。すると彼は、大丈夫ですよ、と言って、俺を見送ってくれた。大丈夫？何が大丈夫なのだろうか。その言動に、俺は引っかかるものを感じた。だが、正直、それどころではなかったのも確かだったから、その時はそれ以上何もなかった。引っ越し準備を済ませ、アパートを引き払い、訪れた出発の朝。俺がスマートフォンを見て声を上げたのは、新幹線に乗った瞬間。1億円の脱税？内部告発による脱税が報道されたのは、他でもないうちの会社だった。二重帳簿が付けられていたそうで、アナウンサーが説明する中、捜査員たちが見慣れた建物へ何人も入っていく。間違いであって欲しかったが、画面に表示されている社名や社屋は他ならぬうちの会社だ。その事実は俺を驚愕させたし、脳もまた目に映るものを理解するのを拒否した。そんな、嘘だ。経理部に電話したが、全く繋がらない。社長が、社長が？俺の頭の中はぐちゃぐちゃになってしまう。あの人が、そんなことをするなんて。俺が社長と知り合ったのは17歳の夏だ。清掃員のアルバイトとして会社に足を踏み入れ、毎日一生懸命頑張った。右も左もわからないから、ただただ頑張ってモップを動かすしかなかったのだ。いつも頑張っているね。ありがとう。社長からそんな風に言われた時は本当に嬉しかった。当時はまだ部長だったが、その人柄はあの頃も変わっていない。高卒で就職できたのも社長のおかげだ。社長は俺を推薦してくれたし、経理部に配属された後、帳簿の付け方を学ぶための費用も出してくれた。だから俺は、社長には文字通り感謝の言葉もないのである。本社から来ました。何卒よろしくお願いいたします。さて、俺は支社にやってきた。支社は地方にあるから、マスコミや捜査関係者の姿はない。ただ、情報自体は届いているようで、社内には重苦しい空気が立ち込めていた。本社では経理部だったが、支社で俺に与えられた仕事は営業だ。人と話すのが苦手な俺にとっては、過酷以外の何者でもない。そんな低たらくで係長をやってたんですか？本社っていうのも案外大したことないんですね。営業部の谷村さんは悪戦苦闘する俺を見て、助けるどころか容赦なく嫌味を浴びせてきた。俺はその度に心が折れそうになってしまう。きついな。それでも俺は頑張り続けたが、心身の消耗はとどまるところを知らない。加えて一人になると、社長はどうしているか
気になって仕方なかった。電話？先の見えない苦しみにあえぐ毎日。見慣れない番号から着信が入ったのは、まさにそんな時である。もしもし？私です。浅川です。ああ。電話をかけてきたのは、社長秘書の浅川さんだった。何かあったんですか？実は昨晩、社長が倒れました。え？事情や社長の入院先を知った俺は、大慌てで東京へ。そして病院に向かったが、入った矢先に、おい、と怒鳴りつけられる。内部告発者はあんただろ。この野郎、よくも。振り向くなり、俺は宮地から掴みかかられた。俺は何もしてない。うるせえ。あんた、事件が公になる前にとんずらこいただろ。高卒のクズが思いつきそうなことだよ。俺は宮地を引き剥がそうとしたが、彼の力はとんでもない。強烈な怒りが込められているように思えた。そこまで。だが、そこに浅川さんが割り込んできた。毅然とした声を受けて、宮地はひるみ、俺はその隙をついて手を振りほどいた。こちらへ。ええ。俺は怒り狂う宮地を放置したまま、浅川さんと共に病室へと赴く。室内にはベッドで眠る社長だけでなく、男性がもう一人いた。誰だろう。俺が近づくと気配に気づいたのか、彼はゆっくりと振り向いた。あなたは。俺は驚愕した。そこにいたのは他でもない釘田さんだったのである。格好はいつも通りの作業着だ。いろいろとご心配をおかけしました。釘田さんは小さく頭を下げる。謝られる見当がつかないので困惑していると、浅川さんは、この方は我が社の釘田会長です、と小さく耳打ちしてきた。会長？驚かせてしまってすみません。私は早々に社長職を退いて息子に継いでもらったものですから、知らないのも無理はないです。会長こと釘田さんは、実を言うと、1年前から社内に不穏な動きがありました、という。不穏な動き？そうです。だから私は秘書の浅川くんに内定を進めさせるだけでなく、清掃員になりすまして情報を集めていました。この後、俺は2人の口から衝撃の事実を聞かされる。経理部の宮地と結託した一部社員が帳簿を偽造していることを知った2人は、なんと自ら内部告発を行ったというではないか。問題に気づけなかった罪悪感、そして心労。そのせいで社長は体調を崩してしまいました。浅川さんは悲しげな表情を浮かべている。彼女の言う通り、ベッドに横たわる社長は以前よりも老け込んでいた。さらに体が一回り小さくなったように思える。宮地たちはあなたをスケープゴートにしようと企んでいました。だから私たちはあなたを地方に左遷させて守ろうとした。それが真相なのです。いろいろと嫌な思いをさせてしまいましたね。
なるほど。そういうことだったんですね。心の中のモヤモヤは消滅した。腑に落ちる形での答え合わせを得ることができたのだ。社長は大丈夫なんですか？一区切りがついたので、俺はそんな風に質問する。しかし、浅川さんからも、釘田さんからも、いい返事はなかった。残念なことですが、息子は余命いくばくもないのです。そんな。もともと心臓が悪かったのですが、今回の心労がそれを悪化させてしまって。俺は、そうですか、と返すしかなかった。こればかりはもうどうしようもない。本社に戻ってはくれませんか？それは、釘田さんも承知の上らしい。いや、だからこそ、釘田さんはそんな風に提案してきた。自分が？私は会社の海を出し切りたいと思っています。それには、あなたのような誠実な人間の力がどうしても必要なのです。今すぐは難しいでしょう。でも、状況が落ち着き次第戻ってきてほしい。断る理由なんてどこにもなかった。俺は、わかりました、と力強い返事を返した。翌年、本社に復帰した俺は、経理部の部長となった。一方、宮地は、俺が戻ってくるまでの間に懲戒解雇され、今では完全な行方不明となっている。幸い、社長の体調は回復した。心労から解放されたのが大きかったのだろう。今はゆっくり療養しつつ、そう遠くないうちの復帰を目指している。なんとかなりそうだな。会社の業績は一時期危機的な状況まで追い込まれたが、社員の尽力によって少しずつ回復している。俺の仕事はこのスピードをより速めてやることだ。社長、俺は頑張りますよ。社長が復帰する頃には、前と同じ、いや、前以上の業績を出せるようにしたい。それが俺の当面の目標だ。社長は俺の人生をいい方向に変えてくれた。だから今回は俺が社長の人生をいい方向に変える番なのだ。あんたみたいな無能が入れる会社って、どれだけレベルが低いところよ。どうせろくでもないブラック企業で下っ端として適当に使われてるんでしょ？デザイナーとして成功した私とは大違いね。俺は今日、同窓会に出席していた。かつての友人たちと楽しく飲んでいる中、突然俺の元に近寄ってきた一人の女が、いきなり俺のことを侮辱してきた。そして彼女は続ける。同窓会なんかに出てないで、さっさと帰って転職活動でもすれば？わかったらとっとと出て行きなさい。気づけば周りは静まり、みんな俺たちに注目していた。しかし、俺はどれだけひどいことを言われようと気にしなかった。まあ俺は、お前の重大な秘密を知っているからな。俺の名前は山城和樹。建設会社に勤務する31歳だ。俺はある日、あられもない姿で寝ていた。映画のワンシーンを頭に浮かべながら、
そこで俺が主人公となって物語を進めていくのだが、現実とはあまりにもかけ離れた世界に、俺は絶望していた。俺は昔から夢見がちな人間だった。公私ともに認めるどんくさい俺は、映画の世界に没頭していた。俺の生きがいは、その幻想みたいな世界観の中にあった。そんな夢見がちな俺は、高校に進学しても、日々を漠然と送っていた。映像で見た世界への憧れは、その時でも続いていたが、現状の今の自分とそれをどう結びつけるかわからないでいた。洋画は毎日見ていたが、ほとんど吹き替えか字幕付き。まあ、英語がわからないのだから仕方がない。印象深く残るセリフも、翻訳者が実際の和訳と主観を織り交ぜたものだろう。俺は字幕や吹き替えなしで、映画中で話されている言語を理解しながら映画鑑賞できるようになるのが夢だった。しかし、その夢は絶望的だった。さっきも言ったが、俺は英語がわからない。元より英語の成績は常に最底辺だった。英語の授業中、先生に当てられて英文を読むことがあるのだが、俺が読んでいる間、周りから笑いをこらえるような失笑の声が聞こえた。山城、もうやめてくれ。どこからかそんなセリフが聞こえてきた。どこかひらがなめいた俺のたどたどしい英語は常に笑いの種となっていた。あんたほんと耳が悪いのね。ちゃんと聞き取ることができないから発音もできないのよ。そう俺にきつい言葉を言ってきたのはクラス一の才女、鏡優香だった。優香はクラスで一番というだけでなく、学年内でカースト最上位にいる存在だった。美しい外見に成績優秀、そしてスポーツ万能。さらに家は金持ちという火の打ちどころがない存在であった。俺とは生きてる世界が違う。俺は彼女に対してそんな認識を持っていた。そんな彼女にどんなにひどいことを言われても逆に気にならなかった。だから彼女からしたら何を言われても反応しない俺が気に入らなかったのだろう。ことあるごとに俺をけなすような発言を繰り返した。ある日のこと、俺はその日提出期限だった課題を忘れてしまい、先生から大目玉を食らってしまった。授業の始まりからそんなことになってしまったため、鏡は今だと言わんばかりに皆に聞こえるように俺への嫌味を言ってきた。山城ってさ、マジで無能だよね。そんだけ何もできないと、山城の存在価値って何って思うわ。ほんと、あんたと同じ空間にいるだけで頭が悪くなりそう。鏡のその発言にクラスの空気が凍りついた。さすがに言い過ぎだろうといった表情をしているクラスメイトたちだったが、彼女にそんな意見を言える者はいない。言われている俺にみんな同情してくれているような空気になったが、鏡は気にしていない。しばらく誰も言葉を発しなかったが、先生が鏡を注意することもなく授業を始めたことで、みんなの意識が黒板に向かった。その後も俺のどんくささは改善されるわけではなかった。
自尊心が欠落しているのか、俺は誰に何を言われても傷つくこともなく、それを積極的に直そうとも思わなかった。そんな俺にも進路を決める時期がやってきた。俺にも希望する大学はあったが、模試の判定はいつも県外。そんな俺に担任の先生は叱責することもなく、希望のある言葉を言ってくれた。山城、お前は自分の思いに一直線になれるやつだと思う。お前が持っている集中力は大したもんだ。本気を出せば何でも極めることができると思うんだ。改めて自分の思いを考えて一生懸命やってみるといい。普通なら先生からこんなことを言われたら頑張ろうと思うのだろうが、俺はその先生の言葉を自分なりに解釈した。そして俺が出した結論は、希望する大学を諦めるのではなく、進学しないことだった。先生や周りのみんなは驚いていたが、俺はいつものことながら気にせず、残りの高校生活を楽しむことにした。そんな俺とは対照的に、大半のクラスメートは大学進学を希望し、ピリピリとした雰囲気を漂わせていた。あの鏡は誰もが知る難関大学を受験するとかで、ほとんど学校に顔を出さなくなっていた。そして受験シーズンも終わり、卒業式。クラスメートたちはそれぞれ選んだ道を進むことになる。俺は友達と別れを惜しんでいると、いつの間にか近くにあの鏡がいた。彼女は希望する難関大学に見事合格したらしい。鏡はこれで最後と言わんばかりに、また俺に対して暴言を吐いてきた。あんた進学しなかったんだってね。もうあんたのこれからの人生、積んだも同然じゃない？本当にバカね。鏡はそれだけ言うと、背中を向け、校門の方に歩いていった。その後ろ姿を呆然と見ていた俺に、鏡はこっちを見ることなく、背中を向けながら、バイバイと手を振っていた。そして12年の月日が経ち、俺は今までに一度も出席したことのなかった同窓会に出席していた。今まで出なかったのも、今回出席したのも、特に理由はない。俺のもとに同窓会のハガキが届き、今回はなんとなく、久しぶりにみんなと会ってみるか、と思っただけである。会場には100名近くの同級生たちが集まっていた。卒業して12年も経っているのに、結構な出席率だなぁと感心した。入り口のところで立っていると、俺に気づいた友達が声をかけてきた。おー、山城じゃないか。久しぶりだな。なんか雰囲気も変わったな。俺は確かに、高校の頃と今では見た目は変わっていた。仕事で長い出張から帰ってきたばかりだった俺は、髭を蓄え、髪も結えるほど長くなっていた。ずっと出席しなくて悪かったな。久しぶりにみんなと会おうと思って来たんだ。俺はそう言いながら、皆の輪の中に入っていった。しばらくみんなと飲みながら談笑していると、遠くから高価なフォーマルスーツで颯爽と歩く女性が目に入った。そして、その後ろを一人の女性がついて歩いている。あれ、
誰だ？そんなことを思いながら目で追っていると、彼女はそれぞれのグループの輪に入っていき、名刺を渡すような素振りをしながら談笑していた。そしてその女性は次に俺たちのグループに近づいてきた。そう思った瞬間、彼女は俺のことを見るや否や、鋭い目つきで睨んできた。そして、あんた、山城？この態度の悪い女は、あの鏡か。彼女だと気づいた瞬間、鏡は俺たちのテーブルに割り込み、いきなり名刺の束を出して、俺たちに配り始めた。みんなが受け取ると、誰かが質問したわけでもないのに、自分から喋り出した。私の会社知ってるかしら？よくテレビで CM とかで流れてるでしょ？今私はそこで課長補佐をやっているのよ。だからなんだよ。テーブル内でそんな空気になったが、あの頃のクラスと一緒で誰もそれは言わない。俺も全く興味がない態度をとっていたのだが、友達の一人が声を出した。へえ、鏡出世したんだな。その言葉を待ってましたと言わんばかりに調子に乗った鏡は、鼻高々と自慢話を語り始めた。さっきまでみんなと楽しく話していたのに、鏡のせいで台無しになってしまった。私が考えたデザインって結構有名なところで使われているのよ。代表的なビルと橋とか名刺の裏に書いてあるから見てみて。鏡の延々と続く自慢話に、俺以外の皆は、おーとかすごいなーなどとちゃんとリアクションをとっていた。俺が頬杖をつき、しらけた態度をとっていたのだが、それが鏡に見つかってしまい、あの時と変わらない鋭い目つきで俺を睨んできた。が、つい俺はそのタイミングであくびをしてしまった。それで彼女のスイッチが入ってしまった。山城、あんたその身なりを見るとフリーターでもやってるの？みすぼらしい格好してるわね。30も過ぎてどうかと思うわ。ん？いや、俺ちゃんと正社員として働いてるけど。俺も変わらず相手にしていない態度をとっていると、鏡の嫌味はヒートアップした。へえ、ちゃんと働いてるんだ。正社員って言っても、あんたのことだから、どっかのブラック企業で空気使われてるんでしょ？あんたみたいな無能を雇うなんて、たかが知れてる会社でしょうけどね。俺は、そんなことを言われても、特に怒ることはなく、珍しいものを見るかのような表情で、思ったことを言った。鏡って、よくわからない根拠で人を決めつけるとこ、相変わらずだな。よくそんなんで管理職なんかになれたな。俺が言った言葉に、鏡はみるみる顔が赤くなっていった。あなた、この私をバカにしてんの？ゴミ会社のゴミ社員のくせに、生意気なこと言うんじゃないわよ。悔しかったら、私みたいな一流企業の社員になってみなさいよ。同窓会なんかに来てないで、さっさと帰って転職活動でもしてなさい。鏡は言い切って息を切らしていた。気づけば周りは静まり、みんな俺たちに注目していた。俺はなんともないけど、せっかくの同窓の空気を悪くしちゃ悪いな。俺はそう思い帰ろうとしたが、ふと思い立った。
わかったよ。言われた通り帰るよ。その前に、お前の名刺ももらったし、とりあえず俺の名刺も渡しておくわ。俺はそう言って、自分の名刺を鏡に渡した。鏡は冷ややかな目をしながら俺の名刺を受け取ったが、名刺に視線をやると目を見開いて固まっていた。嘘でしょ？これ、私の会社の親会社の名前じゃない。それに、海外事業部ってエリート揃いの部署じゃない。いやいや、ありえないわ。あんた、こんな偽物の名刺作って、ただで済むと思ってんの？何言ってんだ？正真正銘、俺の名刺だけど。そう、俺は今、鏡の会社の親会社に勤めている。俺は高校生の時、職員室にあった青年海外協力隊のパンフレットを見つけた。それを見た瞬間、俺の進路は決まった。高校卒業後、俺は協力隊員として発展途上国で活動していた。そしてインフラ整備事業で派遣されていた今の会社に見込まれて正社員として働き始めたのだ。ふと見ると、呆然としている鏡の後ろにいたお付きの女性が、あたふたと鏡のことを心配そうに見ている。あれ？もしかしてこの人？俺は名刺を見たまま固まっている鏡に話しかけた。俺さ、今そこで部長補佐として働いているんだわ。これでも会社のことは何でも耳に入れるようにしてるんだよね。もちろん、お前が働いてる会社のことも。そこで聞くが、鏡。お前、何か隠してることあるだろ。俺がそこまで言うと、やっと名刺から目を離し、俺の方を見た。そして、俺の言っていることを理解したのか。はあ？あんた何言ってんのよ。そもそも高校時代、まともに英語も話せなかったあんたが、海外で働いてるですって？よくもそんな嘘つけるわね。俺の質問をはぐらかし、さらに俺に疑いの目を向けてくる。俺は協力隊員として海外で生の英語に触れた。高校で習った英語とは比べ物にならないほど俺の中に経験とともに吸収されていった。入社してから何度も海外に赴任し、今では日本にいることの方が少ないくらいだ。だから今では英語なんて何も苦ではない。ということをこいつに言っても分かってくれないだろうな。俺はこのまま話を続けてても意味がないと思い、先ほどの質問の確信を聞いた。さっきのお前がデザインしたビルや橋って、実際お前が手掛けたものじゃないよな。そのデザインをしたのは、今お前の後ろにいる高田みゆきさんなんだろう？俺の発言に周りの皆が驚愕するのが分かった。俺からいきなり名前を呼ばれた当の高田さんも驚きの表情をしている。そして鏡はその瞬間、高田さんの方に視線をやり、何も言うなと目で訴えていた。あんた、私のことをどこまで馬鹿にするの？名誉毀損で訴えるわよ。そう脅してきたが、俺はひるまない。そして続けていった。実は、お前が突然優秀なデザインをするようになってから、上層部では疑問の声が上がっていたんだよ。
そして調べていくうちに、高田さんの名前が挙がったんだ。過去にコンペで何度も優秀なデザインを出していたという彼女に目をつけていた人は多くてね。それでお前がコンペでいきなり最優秀賞を取ったとき、そのデザインが高田さんのものと酷似しているということに気づいた人も多かったんだよ。その後もそのようなことが2度3度と続くことで疑いは濃くなり調査が入ったのだ。俺がそこまで言うと、鏡は顔を真っ赤にしながら震え出した。観念したかと思ったが、鏡は予想外のことを言ってきた。私はね、高田にちゃんとお金払ってんのよ。この貧乏人がお金が必要だからって、私が助けてやってんの。あんたなんかに文句言われる筋合いなんてないわ。先ほどまで上品ぶっていた姿とは打って変わって、そう声を荒げる鏡は、品性のかけらもなくなっていた。鏡の後ろでは、高田さんが自分のせいでこんな状況になってしまったのではないかと、おろおろしていた。あのさ、お前には仕事への思い入れとかないのか？高田さんの今までの作品を見てきたけど、彼女のデザインにはちゃんと気持ちがこもっているのがわかる。それを金でかっさらって自分のものにしてきたお前にデザインを語る資格はないわ。少しくらい仕事にプライドを持てよ。俺が鏡を諭すと、後ろにいた高田さんがわっと声を上げて泣き始めた。すみません。私の父が病気になってしまって、治療のお金が必要だったんです。デザインを渡す代わりに、鏡さんからお金をもらっていたのは事実です。私が悪いんです。申し訳ありません。一度その取引をしてからは、鏡の要求はエスカレートしていったらしい。今では自分の身の回りのことまでさせるようになり、今日もカバン持ちとして連れ回していたようだ。高田さんの弱みにつけ込んで、やりたい放題している鏡に、さすがに俺も怒りの感情が湧いてきた。周りが固唾を飲んで見守る中、鏡は吐き捨てるように、覚えてなさい。後悔させてやるから。そう言って会場を出て行った。俺は鏡の後ろ姿を見ながら、お前の方こそな、と心の中で言い返した。数日後、1週間ほど休暇を取ってから俺は出社した。俺は上司に同窓会で起きたことの顛末を報告した。そうか、わかった。上司はそう一言だけ言った。その後、会社で人事異動があり、高田さんは総務部から設計デザイン部に異動になることが決まった。一方、鏡は高田さんと入れ替わりで総務部に移動することになったのだ。総務部内でも鏡の一件が周知されているらしく、当人は誰からも相手にされず、肩身の狭い思いをしているという。俺は昔からどんくさく、鏡にもよく馬鹿にされていた。そんな俺でも、海外で現地の人と触れ合っていくことで、英語が身につき、満足できる人生を送っている。夢見がちだった少年は今、夢を実現することができた。現実も捨てたもんじゃないな。ふと心の中でつぶやいた。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。
では次の動画でお会いしましょう。